今日はですね、プロボックスって世界で人気あんのかなと思ってちょっと気になったんで、調べてみたいというふうに思ってます。Google トレンドって言いまして、世界のね、人気ワードみたいなのが調べられるツールなんですけど、早速ね、ちょっとやっていきたいというふうに思ってます。ちょっと調べてみましょう、これで。すごいですね。プロボックス、おそらく世界で人気どんどん上がってってるのかなっていうふうに思ってます。2007年近辺からぐわーっと人気が上がってて、2012年ちょっとなんでこれがすごい人気がブワーンと上がってんのかちょっとわからないですけど、その後もずっとトヨタプロボックス人気が上がってって、今一番人気っていう感じですね。今プロボックスの世界的な人気っていうのは2004年前後から見ると最大のところに来てるというのがわかると思います。これ地域別にどういうところが人気があるのかっていうのを見れるんですけど、ブルンジっていうところで非常に人気があるっていうところで、ちょっと Google マップでブルンジって調べてみましょうか。今ちょっとブルンジっていうのを検索かけたんですけど、東アフリカみたいですね。ここ初めて知ったな、ブルンジっていう国で、ここですごいプロボックスが一番検索されてて人気があるっていうところで、これなんでなのかなっていう。しかももしかしてちょっと待って、これ写真に写ってる、ちょっとこの写真気になりますね。この写真写ってるのプロボックスじゃねっていう、この黒いのちょっと拡大できないか、これ以上。これちょっとプロボックスっぽくないですか？おそらくですけど、どうやらこのブルンジさんはタクシーとか配達の商業利用でめちゃめちゃ使われてるみたいです。で、そのブルンジとかケニアとかタンザニアみたいな東アフリカ諸国なんですけども、右ハンドルに結構依存してるみたいですね。少し調べていくと。いやー、でも嬉しいですね。世界でプロボックスがね、活躍してるかと思うと、めちゃくちゃ嬉しいなっていうふうに思いました。で、もう一回ちょっとこっち戻るんですけど、ジャマイカもね、すごく人気があるみたいで、ここですね、ジャマイカ。レゲエの発祥の地として知られるジャマイカですけども、これもね、でジャマイカでもどうやらタクシーとして非常に人気が高くて、結構ね、そのジャマイカの音楽アーティストとかが、プロボックスを称えるようなね、楽曲なんかをリリースしたりするほど、支持を得ている、みたいです。皆さんもぜひ、YouTube で、ジャマイカプロボックスみたいな感じで、調べてもらえればと思うんですけど、めちゃくちゃね、カスタムプロボックス出てくるんですよ。日本人の感覚じゃ絶対作らないようなプロボックスを作ってる人がいて、ランボルギーニみたいな格好をしたプロボックスとかがYouTube 見ると出てきてて、すごいね、なんて言ったらいいのかな、スポーツカーのように、海外ではカスタムされてたりとかするんで、めちゃくちゃ面白いなっていうふうに思いました。プロボックスと、ランドクルーザーちょっと比較してみようかな。どうなんだろう。ランドクルーザーはもともと世界で見たときにすごい2004年頃、人気がどんどん下降していったみたいな感じですね。下降していってまたちょっと上がり始めた。これ新型が出るとかその辺のタイミングで、上がってきてるのかなっていうふうに思うんですけど、そもそも比べるとね、もう天と地の差ほどランドクルーザーと比べると差はついてるっていう感じなんですが、しっかりとなんていうんですかね、プロボックスも世界的に評価されてるっていうのはなんとなく見ればわかるのかなっていう感じですと。で、これが国別のやつなんですが、ランドクルーザーがこの赤ね。
で、プロボックスは青っていうところで、だからやっぱりアメリカだったりとか、南アメリカに関して言えば、もうランドクルーザーめちゃめちゃ強いよねと。ただ、これペルーとかもめちゃめちゃ人気あるんですよと。で、これ何かっていうと、ペルーとか、ボリビアって、プロボックス、これもやっぱそのタクシーですごい利用されてるらしくて、現地の交通手段としてもう欠かせない存在に世界ではなってるみたいです。本当このペルー、ボリビア、ジャマイカ、ブルンジ、この辺は全部タクシーで、使われてる国、みたいですね。なので非常にその、人気が高いと。本当地元のその生活に根付いた、車になってるんだなっていうのが、これを見るとわかるという感じです。一旦2020年の4月で落ち込んだりはしてますけど、やっぱその後のこうキャンプブームでバーっとこうね、上がってきてて、今が一番ピークに来てるというような感じかと思います。で、そもそもなんかこの辺からちょっとこういい感じにぐーっとこう伸びてきてる感じがするんですけど、これおそらくあれかな、ハイブリッドが発売になって一般のその方々もプロボックスってどうなんだろうっていうふうにチェックし始めた時期っていうのがもしかしたらこの辺2018年近辺なのかなっていう気もしますね。で、ちょっとここの関連のキーワードっていうのを見ていただきたいんですけど、トヨタプロボックスプライスとか、トヨタ、プロボックスフォーセールとか、要はその買いたい人が値段を検索してたりとか、売ってる場所ってどこなんだろうみたいなのを検索してるっていうのが、今これ急激増加っていう風になってますという感じです。ね、これすごい上がってるんですよ。だから今まさに、ケニアとかジンバブエとか、ブルンジもそうなんですけど、プロボックス買いたいと思ってプライス調べてたりとか、する人たちがすごく多いというのが、これを見てわかると思います。ちょっとジャマイカも気になるんで見てみましょうか。トヨタプロボックスフォーセールインジャマイカ。要は、ジャマイカの人たち、めちゃめちゃプロボックスを買おうとして、これ検索してるっていうのが、もうわかる。今、日本国内では、だいたいですね、4万台から5万台ぐらい、販売実績があるみたいです。中古のですね、輸出の部分でいきますと、1万2000台ぐらいをこれまでに輸出がされてるみたいなところで、非常に海外でもプロボックス、人気がある車。だからね、ランドクルーザーじゃないですけど、プロボックス、盗まれないようにねいないかな、あんまり。やっぱりね、注意は必要ですよねと。もう値段の問題じゃないんで、もう大事な車なんで、しっかりですね、盗難対策はしましょうという感じです。本日はちょっとプロボックスの世界での人気みたいなところを、リサーチしてみましたという感じです。今後もですね、ちょっとプロボックスのカスタムだけじゃなくて、プロボックスのちょっと面白ネタみたいなのも、どんどん配信していきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、チャンネル登録、そしてグッドボタン押していただけたら嬉しいです。それではまた。プロボックスと私湘南の朝焼け、千葉のリーフも茨城のね